こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーキャド 1.0 基本的操作方法第16回ドラフトワークベンチ8について説明していきます。今回説明するドラフトワークベンチコマンドは、Wire2B スプライン、基本設計をスケッチにする、勾配を設定、フリップディメンション、2D ビュー形状について説明します。Wire2B スプラインは、ドラフトワークベンチをドラフト B スプラインに変換します。またその逆も行うことができます。スライドに示す図は、元のポリラインをこのツールを使用して B スプラインに変換したイメージを表示しています。Wire2B スプラインの操作方法について説明します。ドラフトワイヤーまたはドラフト B スプラインを選択します。次に Wire2B スプラインボタンを押します。すると新しい変換されたオブジェクトが完成します。次に基本設計をスケッチするコマンドについて説明します。基本設計をスケッチにするコマンドは、ドラフトオブジェクトをスケッチャースケッチに変換し、その逆も行います。また、このコマンドは、直線、円弧、楕円弧、B スプライン、ベジェ曲線で構成されたオブジェクトのみを処理できます。使用方法について説明します。まず変換元のオブジェクトを選択します。次に基本設計をスケッチに変換ボタンを押します。すると変換されたスケッチが表示されます。このスライドの右側は、作成されたスケッチがモデルに表示されていることを示しています。このスケッチをダブルクリックするとスケッチを編集することが可能となります。勾配を設定するコマンドは、最初の点以降のすべての点の Z 座標を増加または減少させることにより、選択したドラフトラインまたはドラフトワイヤを傾斜させます。また、ドラフトワイヤを平坦化するためにも使用できます。勾配設定の操作方法について説明します。最初に1つ以上のドラフトラインまたはドラフトワイヤを選択します。次に勾配設定ボタンを押します。すると勾配を設定するパネルが表示されますので、設定値を入力します。そして、エンターボタンを押すと選択したオブジェクトが指定した勾配に変換されて表示されます。勾配の値は垂直距離割る水平距離で計算されます。左側の図は水平距離1に対し垂直距離1すなわち45度の場合の図を表示しています。この場合は1割る1で勾配値は1となります。同様に中ほどの図では垂直距離が1水平距離が2の場合、勾配値は1割る2で 0.5 となり30度となります。右側の図は垂直距離が2、水平距離が1ですので勾配値は2となります。ドラフトフリップディメンションコマンドは、選択したドラフト寸法の寸法テキストを寸法線を中心に180度回転します。このコマンドは、テキストが反転して表示される寸法を修正するために使用できます。このコマンドは、駆動寸法では正しく機能しません。このコマンドの操作方法は、モデルより寸法ディメンジョンオブジェクトを選択し、フリップディメンジョンボタンを押します。すると寸法表示が180度回転した表示となります。次に 2D ビュー形状ボタンについて説明します。ドラフトシェイプに D ビューコマンドは、選択したから 2D 投影を作成します。投影は 3D ビューに配置されます。このコマンドの操作方法について説明します。最初に投影する 3D オブジェクトを選択します。そして視点を投影したい方向に変更して、2D ビュー形状ボタンを押します。すると2次元投影図が完成します。またモデルには、シェイプに D ビューオブジェクトが追加されます。今回は、ドラフトワークベンチの Wire2B スプライン。基本設計をスケッチにする。配列を設定。フリップディメンション。2D ビュー形状コマンドについて説明していきます。最初は Wire2B スプラインについて説明します。まず、ポリラインを使用してワイヤーを作成します。このような形でポリラインを描いていきます。次に、このポリラインを選択して、Wire2B スプラインボタンをクリックします。すると、このようにポリラインから B スプラインが作成されます。反対の操作もできます。こちらに B スプラインを描いていきます。
この B スプラインを選択した状態で、Wire to B スプラインボタンを押してみましょう。すると、このように B スプラインはポリラインに変換されました。このように、このボタンは B スプラインとワイヤーの相互変換が可能です。次に、基本設計をスケッチにするボタンについて説明します。例えば、ここに楕円を描きます。この楕円を選択した状態で、基本設計をスケッチにするボタンをクリックしてみます。すると、こちらのモデルにスケッチが追加されました。こちらのスケッチを使用してパートデザインで編集することができます。まず、こちらにボディを作成します。そして、このボディに作成したスケッチを移動します。このスケッチを選択した状態で、パッドを作成してみましょう。この状態で斜めから見ると、パッドが作成されていることがわかります。このように、ドラフトの図形をスケッチに変換し、パートデザインなどで利用することができます。次は、勾配を設定するコマンドについて説明します。こちらのラインを選択します。そして勾配を設定ボタンを押します。すると、タスクパネルに勾配を設定する画面が表示されます。ここに縦横比を入れます。例えば1と入力してみましょう。すると、選択したラインがこのように傾いて表示されます。こちらの長方形についても、行ってみましょう。先ほどと同様に、勾配を1として入力してみます。この場合は、傾きは作成することができませんでした。B スプラインについても適用してみましょう。こちらについても傾きを作成することができません。それでは、こちらのポリラインに傾きを適用してみましょう。すると、このように傾きを設定することができます。次に、勾配角度について見ていきましょう。こちらのラインを選択し、勾配設定ボタンを押します。そして、勾配を0に設定します。すると、このように角度は水平となります。もう一度、このラインを選択して勾配を設定します。45度の場合は、縦と横の比が1ですので、1と入れれば45度となります。それでは、次に縦横比を1対2に設定して、行ってみましょう。縦が2、横が1ですので、割り算すると2となります。この数値を入力します。すると、このように、60度の角度を持つ勾配が作成されました。次は、フリップディメンジョンについて説明します。この機能は、寸法の表示を逆向きに表示する機能です。操作方法は、寸法の部分を選択して、フリップディメンジョンボタンを押します。すると、寸法表示が外向き表示から内向き表示に変更されます。もう一度、クリックすると、反対側に表示されます。これがフリップディメンションボタンです。最後に、2D ビュー形状ボタンについて説明します。これは、3次元形状のオブジェクトをもとに2次元投影図を作成するものです。このような3次元形状の立体より投影図を作成します。例えば、この立体を上から見ると、このような形状です。ここで、このボディを選択し、2D ビュー形状ボタンを押します。すると、モデルにシェイプ 2D ビューオブジェクトが作成されます。ここで、ボディを非表示にすると作成された投影図形を確認することができます。
この図形を斜めから見てみましょう。このように二次元投影図が作成されています。次に、この投影図を削除して、もう一度、実行してみましょう。ボディを表示します。この状態で 2D ビュー形状ボタンを押します。そして、ボディを選択し、非表示とします。すると、このように斜めからの投影図が作成されたことを確認できます。